きましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだな。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いいえ、厳密にはありません。博士はゼロの司法の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは外れてしまっている存在です。あとは黒い助の方々とあなたたちの問題でしょう。ならどうして。正直関係ないんだったらお引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。キーヤちゃんから。引き受けましょう。巫女殿の意には極力沿うようマスターに申し付かっています。ありがとう。あなたたちのマスターにもお礼を言っておいてね。戦費牽制、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めばあなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。そのように言っていました。キーヤ。ヒーボー、そんなことは。ありがとう鋼の聖女。おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど。今の話を聞いてそうなります。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えてあの子を抱きしめるためにも。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。皆さんの気持ち痛いほどわかります。いいでしょう。アンギスが7中、鋼のアリアンロード、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。見せてみなさい、あなたたちの覚悟を。戦いのダンス始めようか。私の番でリミットを解除します。了解。お任せを。やれやれ。任せてくれ。覚悟。我が舞は無限、去りゆく者への手向け。
眠れ白金の光に抱かれ。任せてくれ。それ。さてや見事です。我が面を砕くとは。ならば私も全力で応じましょう。さてと、エニグマ駆動。お任せを。エニグマ駆動。よし。エニグマ駆動。はい。エニグマ駆動。耐えてみなさい。我は肌全てを断ち切る者。行くよ。僕の番だ。我が深淵ときらめく青金の刻印。大いなるカイナとなりて我が右手につく。おお砕けアカシック。俺の番だな。やっ食らうがいい。めっはい。はあ。さてドライブ開始。やなるほど。口だけではありませんね。せい。僕の番か。エニグマ駆動。はい。エニグマ駆動。やった私の番ですね。はあ。さてと、エニグマ駆動。やそれ。せい。行きます。ドライブ開始。僕の番だ。エニグマ駆動。お任せを。エニグマ駆動。ありがとう。それ。
エニグマ駆動。はい。エニグマ駆動。僕の番だ。ありがとう。やあ。それこの私についてくるとは。覚悟。ありがとう。やれやれ。さてと。エニグマ駆動。もろすぎる。それ私の番ですね。やあ。行くよ。行きます。さてと。AI システム開放します。位相空間にアクセス。絶対衝撃個別展開。ゼロフィールド。我は鋼、全てを断ち切る者。グランドクロス。エニグマ駆動。みんな大丈夫？ありがとう。それはい。エニグマ駆動。行くよ。任せてくれ。行くぞデア。光る。任せてくれ。これで決める。はっとデア。ライジング。行きますよ。貫け。そこだ。まさか私を下すとは。やれやれ。時間の無駄だったな。よし、やったぞ。これも運命ですか。どうだ。これが俺たちの全力ってやつだぜ。驚きました。私に膝をつかせる者たちがよもや現れるとは。まだ立てるのか。
こちらだって。これ以上矛を交えるつもりはありません。今のあなたたちならば戦機や剣聖たちにもいずれ届くでしょう。聞いてくれんのか。巧妙を示せたのであればこれ以上は無用の手出しというもの。この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。そうですか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと慣れ合うことはありえない。それは分かっているよね。無論です。青の聖帝国での動乱が決着すれば減塩計画も完了する。こたびの顛末がどうなったとしても雌雄を決する時は近いでしょう。ああ、そうだろうね。鋼の聖女、一つだけ教えてください。あなたはかつて私の父と。ええ、10年ほど前に我が面を砕くほどの強者はそう現れるものではありません。すでにその高みに届いているかもしれませんが、それでも別の道を進むかどうかはあなた次第でしょう。もう一つだけ、あなたのその髪、そして鉄気体という名前。まさかあなたはかの獅子戦役の。よくぞ気づいたとだけ答えておきましょう。エリー、何の話だ。それではさらばです。運命を前にあなたたちが答えを出せることを遠き地より祈っていますの。エリー、一体何の話だったんだ。なんだかものすごく思わせぶりなやりとりでしたが。そうね、混乱させてしまいそうだからあまり言いたくはないけど、私の考えが正しければ彼女は250年前の人間だわ。何？それは一体。250年前、エレボニアで帝位をめぐる激しい継承者争いが起きたことがあったの。争いは帝国全土に波及し、ついには獅子戦役という名前で呼ばれることになったのだけど、その時中立の立場から戦乱を終わらせるべく立ち上がったとある女性の武人がいたの。リアンヌ・サンドロット。麗しき黄金の髪をなびかせ、鉄気隊という一団を率いて戦場を駆け抜けた人物よ。それってまんまじゃねえか。帝国では誰でも知っている歴史上の有名人だね。しかも通り名の一つが槍の聖女リアンヌだったか。そんな人がかつてエレボニアに。鉄気体に鉄気体、槍の聖女に鋼の聖女か。外見といい確かにあまりにも符号が揃いすぎている。でも250年前、自らの働きで平和が戻った直後、彼女は命を落としたはずよ。謀殺されたとか病気だったとか、いろいろと諸説があるのだけど、普通に考えればその人物の真似をしただけだと判断すべきかもしれませんが、あの凄まじい力を見ちまうと本人にしか思えなくなってくるな。ましてや
あの得体の知れねえ結社の人間だし。まさかインと同じく誰かが後を継いだ。これは総長にも報告しておく必要があるな。やっぱり混乱させちゃったわね。いずれにしても彼女もクロスベルから去ってしまった。憶測は置いておいて私たちの問題に集中しましょう。ああ、そうだな。よし、金の共鳴を止めよう。うまくいけばクロスベル氏の結界を解除できるはずだ。こちらダドリー、結界の消滅を確認した。これよりメルカバへのコンタクトを試みる。結界が消滅しただと。結社の連中も不甲斐ない。全てのアイオンを都市防衛に回すべきか。国防長官を呼べ。ベルト、シグムントたちもだ。承知しました。青い壁が。心配は無用だ。お前に害が及ぶことはないから安心するといい。私のことよりお父さんの方が。どうしてこんなことに。お母さんだってきっと悲しんでるはずだよ。そうだな。鞘がいればきっと困った顔で説教されただろう。雫、お前に一つ頼みたいことがある。してやられましたわね。ベル、ディーターが探してるみたいだけど行かなくてもいいの？お父様にはもう少し焦っていただきましょう。やはり金の共鳴がないと結界の展開は難しいですか？うん、今のままだとあの子たちは動けるけど空の力は使えないかな。ロイドたち来るよ。困りましたわね。
これでは予定通り動くしかなくなってしまいますわ。彼のプラン通りに。全てはキーヤさん次第。私たちは従うだけです。ここで降りるか、それとも全てを叶えるか、そろそろ選ぶ時ですわよ。最初から他に道がないのはキーヤにも分かってたから。ロイドやエリー、ティオやランディ、雫やみんなのためにも。きっと全てを叶えてみせる。そんじゃ領空内に入ったくらいじゃ攻撃される心配はなさそうか。ああ、どうやらアイオンたちは都市防衛に集中しているみたいだ。クロスベル市に接近しない限りは大丈夫だと思うよ。よっしゃ、これでなんとか目処がつきそうやな。明日の明け方にはそっちに戻る。タイミングについてはその時に話すとしようや。了解。ケビン、代わって。リーさん、エリーさん、ご無事で何よりです。ロイドさんに他の皆さんたちも。おかげさまで。いやー、こんな形でリースちゃんと話せるとは思わなかったぞ。私たちの突入を助けてくださるんですよね。ええ、こちらのメルカバで都市を防衛するアイオンたちを引きつける予定です。両兵と国防軍の方までは対処できませんが。十分です。本当に助かります。リースさん、ケビン氏、なんとお礼を言ったらいいか。ま、礼を言うんは無事成功してからにしてや。一応こっちも助っ人を連れてくるつもりやけど、それでもあの人形ども相手じゃ分が悪すぎるかもしれん。確かに。ま、あんまり無理だけはすんなよな。おおきに。ワジ、そんじゃ明日の朝にな。ああ、待ってるよ。それでは失礼します。厳しい一日になりそうだな。そうですね。地上の戦力差についても大統領側が上回っていますし、なんといってもあの人形たちがとんでもない強さなんでしょ。マイスターによれば白い機体の空間消滅の力は使えなくなったそうですが、それでも基本的な性能は変わっていないのですよね。そう思っていた方がおそらく無難だろう。白い機体はこの9号機が様子を見ておく必要があるな。いずれにせよ都市周辺では膠着状態になることが予想される。鍵を握るとしたら潜入を担当する僕らだろうね。ああ、分かってる。なんとか入り込んで課長やダドリーさんたちと合流しないとな。しかし大丈夫なのか。ダドリーからの連絡が途中で切れちまったそう多分通信ターミナルで強制遮断されたんじゃね。特定のエニグマ登録番号だけ送受信を無効にできたはずだし。それじゃあ市内では大統領側は通信が使えるけど私たちは使えない。はい、通信ターミナルも抑える必要がありそうです。オルキスタワー内にありますから簡単ではなさそうですが。いず
ずれにしても全ては明日の朝ですね。クロスベル氏解放作戦、キーヤちゃんを取り戻すためにも何としても成功させないと。ああ、今夜は休んで英気を養っておく必要がある。みんな、仮眠室もあるから疲れていたら休んでくれ。万全の体制で明日の朝に臨むとしよう。あっ